白菜の苗を植え付けてちょうど1月が経過しました。10月に入ってから暖かい日が続いたので、白菜は去年よりも大きく成長しています。同時にそろそろ白菜最大の敵である害虫、ヨトウムシが発生する時期でもありますので、今日はヨトウムシの発見と駆除をしていきたいと思います。ヨトウムシを発見するには2つポイントがあります。1つは葉っぱが食べられてないかどうか、あともう1つはヨトウムシの糞を発見できるかどうかです。この2つに注意しながら白菜の内側の葉っぱからこうやって一枚一枚めくって捜索していきます。ヨトウムシは大概こうやって葉っぱの裏とか、あと糞はね、下の方に溜まっていくので、根元の方に糞が溜まっていればヨトウムシがいる可能性が高いです。この白菜は無傷ですし糞もないので大丈夫です。こっちはどうでしょう。これ分かりますかね。緑のこの粒、これがヨトウムシの糞です。まだ緑色で湿気を帯びているので、糞をしてまだ時間が経ってません。ですので高い確率でこの白菜の中にヨトウムシはいると思います。丁寧に内側の葉っぱからめくって探してみましょう。いました。やっぱりわかります？これ1センチぐらいのこの芋虫、これがヨトウムシです。内側の葉っぱは柔らかいのでヨトウムシにとっては食べやすいので、大概ヨトウムシっていうのはこの内側の葉っぱにいます。はい、これヨトウムシです。まだそんな大きくはなってないんですけど、成長すると2、3センチぐらい大きくなってすごい勢いで葉っぱも食べてしまいます。ですので小さいうちに発見駆除しましょう。はい、これ生きたまま放っておくとまた歩いて白菜に戻っていきますので、かわいそうですが確実に踏んで駆除しましょう。命をいただきます。じゃあ他の白菜もチェックしていきます。はい、これは確実にヨトウムシに食われてます。食われ方から見てちょっと成長しているやつかな。これは絶対見つけて駆除しないと大変なことになるので、はい、この白菜の根元にやっぱり糞が落ちてます。溜まってるんで、ここで、かなり葉っぱを食っている証拠ですね。この白菜に必ずいます。ほら、やっぱりいました。さっきのよりも一回り大きいです。かなり前からこの白菜の中にいたと思います。本日2匹目のヨトウムシです。確実に駆除します。命をいただきます。はい、ヨトウムシを駆除した後、
やっておくと便利なことを一つお教えします。ヨトウムシの糞、これをですね、水できれいに洗い流しておきます。これ何が便利かっていうとですね、次白菜を見たときに糞をされていたらですね、また別のヨトウムシがそこにいるという目印になります。すごく便利な目印になるんで、おすすめします。